こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっとタイトルにもある通りなんですが、よいしょ。ゲームボーイに関する、ゲームボーイは捨てないでというね、感じの動画を撮っていこうと思います。ついこの間ですね、ちょっとおばあちゃん家の方で、おばあちゃんのね、ゴミとかを捨てに行くのを手伝って、ゴミ処理場に行ったんですけど、めっちゃ衝撃を受けたことがありまして、ガラクタとか電子部品とかそういうところが捨ててあるコーナーに、ゲームボーイたちがね、めっちゃ大量に捨ててあったんですよね。しかもそれ一人だけじゃなくて、なんかいろんなね、家庭が持ち寄って捨てたんだろうなって感じのね、雑多な感じで捨ててあって、それが本当に衝撃でした。っていうのもゲームボーイって今めっちゃ高値で取引されてるんですよね。本当にメルカリとかでも数千円、1万数千円とかで売られてたりするし、秋葉原とか行ってもね、すごく高値で売られていて、観光客たちがすごくね、買い求めに来てるっていうぐらい今プレミア価格、そして本当に希少価値の高いものになってるんですよね。この価格がね、すごく上がってるっていうのは割と同世代的にはね、すごく普通というか当たり前だよねみたいな感じではあるんですけど、その一方で、実家近くのね、田舎のゴミ処理場とか行くとまだまだね、ゲームボーイ大量に捨てられてるんだなっていうのがね、結構悲しい感じではあったので、今回は僕ら世代はもちろんなんですけど、僕らの親とかおじいちゃんおばあちゃん世代とかにもぜひ見ていただきたい動画として、ゲームボーイは捨てないでっていうのを撮っていこうと思います。ちょっとね、冒頭長くなっちゃったんですけど、それでは早速いってみましょう。というところで、ガジェット紹介っていうわけではないので、どういう風に紹介するか難しいんですけど、これはね、僕が今宝箱と呼んでいる引き出しの中に入っているゲームたちの一部です。時々ね、こういうのを引っ張り出して遊んでね、最近だとこの、ゲームボーイアドバンスウォーズっていうのにめちゃくちゃハマっていて、ずっとこればっかりやってる感じなんですけど、こういうのをね、時々引っ張り出して遊んで、懐かしの思い出に浸っているって感じですね。で、一応ね、これに関しては本当に現役の時からというか、小学生の時から持っているものが半分ぐらいあるかなっていうところです。特にこのたまごっちとか、こういうねスーパーマリオみたいなのは、初めて買ったのがねこのゲームソフトですかね。特に名前とかは書いてないんですけど、僕が初めて、小学1年生の時にゲームボーイカラーを購入して、それでね、その時と一緒に買ってもらったゲームって感じですね。本当にね7割ぐらいは売っちゃったり、捨てちゃったりしてる部分もあるんですけど、本当にね当時はこういうゲームソフトを持っていて、売れるものはね結構高値のつく系のものはそのまま売却して新しいねゲームソフトを買うっていう感じのね生き方をしていたので、今でいうメルカリみたいな生き方をしてたんですけど、本当にこれはね一部のソフトたちって感じですね。時間があったらね別動画としてこういうレトロゲームの思い出について語っていくっていう動画も撮っていきたいんですけど、今回はねタイトルにもある通りゲームボーイを捨てないでっていうものなので、それをねベースとしてお話ししていこうかなと思います。今、こういうね小さい頃から使っていたようなゲーム機たちが、本当に価格が上がってるんですよね。冒頭でも言った通りなんですが、当時は本当に100円とか200円とかでねこういうのも売られていたんですが、今となってはこういう状態がこれすごく綺麗なものなんですけど、こういうものもすごくね4万円ぐらいで、本当にね、海外向けの一部店舗だったりするんですけど、3、4万円で売られていたりとか、結構本当に今価格が高いんですね。でこういう風にね紹介すると、そんなのなんか当時の限定品だけなんでしょみたいな、ラティアスのアドバンスだけでしょとか、すごく綺麗な状態だけでしょって思われると思うんですけど、意外とねなんか最近うぞうむぞうというか、本当にねこういう感じに画面がねちょっと悪くなっちゃってるものだったりとか、あとステッカーがベタベタ貼ってあって名前が書いてあるようなものでも本当に結構今数千円とか1万数千円ぐらいで売られてたりするんですよね。なので本当に限定品だからとか状態が綺麗だからとかっていうわけではなくて、すごくね当時の思い出が入ったものたちもすごくね高くなっているっていうのが現状としてあります。そんな感じで今価格は高騰してるんですけど、この動画で言いたいのは、それをね見つけたから今すぐ売ってお金にしてくださいっていうそういう話ではなくて、そのぐらいね結構需要がありつつ、そして供給もされないものなので、もうすでにね生産が終了しているものなので、できるだけねそのゴミ処理場とかに持って行ったり、電気屋さんとかで捨てちゃうのではなくて、そのままね是非手元に置いて大事にしてほしいなっていうのが正直なところですね。もしくはその場所も取るのが嫌だったら、最低限売却してもらえたら嬉しいなっていう感
感じの、動画となっています。なので決して手放してくださいっていうわけではなくて、思い出ごとぜひ捨てないでくださいっていう感じの動画ですね。実際僕もこういうカセットとかそういうね、こういうゲームとかも親がね捨てないでいてくれたからこそ今手元にあって、こういう風にね当時これで顔プリントしたなみたいなとかがねできるので、そんな感じで是非ね思い出事を取っておいてほしいなと思っています。それ本当なのっていうのをねちょっと信憑性持たせるために、メルカリでも一応調べてみるんですけど、例えばこのゲームボーイ、これは初代のもの、厳密に言うとゲームボーイブロスっていうカラーがいくつか出たタイプのものなんですけど、これの価格で言うとこんな感じで、当時のね昔発売されていたこういうゲームボーイたちがこういうジャンクとか言っても4500円だったり、こういうね黄ばみでボロボロな感じになっていても4000円とかで、出品されてたりと、割とね結構高価格なんですよね、この時点で。で売り切れのものだけで絞ってみてもこんな感じでね、メルカリで多分ね日本で一番安く買えるような場所だと思うんですが、本当に数千円から1万円ぐらいで取引されているっていうのが現状ですね。こんな感じで本当に経年劣化して末期っきになってしまったこのね全く同じ個体だと思うんですが、これとね同じようなものでも、2780円という感じで、電池入れても入れませんよとかでもこのぐらいの価格で、取引されていることが分かります。であとはねこういうゲームボーイポケットですね。実はこのシェルというか外側の部分はアリエクスプレスとかで昔1000円ぐらいでねこのカラーを購入したもので、もともとはこういうねイエローの個体だったんですけど、これをちょっと分解して入れ替えてオリジナルカラーにした、いわゆるカスタムゲームボーイっていう感じなんですけど、それがこちらですね。でこれはねゲームボーイポケットっていうんですが、こういうゲームボーイポケットも数千円ぐらいで割とボロボロのものだったとしても取引されていることが分かります。特に状態の綺麗なものだったりすると1万円超えてくるかなっていうところなんですけど、割とね売り切れだけで絞っても結構だんだんね価格が上がってきてることが分かりますね。こういうねシールが貼ってあるものだったりとかして結構やっぱりね価格がすごい高い印象があります。でちなみにこれとかは小学生の時に、ヤフオクとかで500円ぐらいで買ってもらったものなんですけど、これに関してもこうやって調べてみると本当に箱付きのものだったら1万円を超えてくるような価格で今は取引されています。本当に今はねこれも一応こういう紙も入ってるんですけど、レシートみたいなこれもね感熱紙でもうすでにね使えないものだとは思うんですけど、おそらくコレクション的な目的だったりして、こういうねカメラで撮ったものを印刷するためのやつなんですが、そういうのがねこんな感じで取引されるのかなって感じですね。ちなみにこのラインナップには入ってないんですけど、ゲームボーイアドバンスとかはね当時僕ら世代だったらすごく人気だったと思うので、それで見てみてもこんな感じでやっぱり数千円とかでメルカリで取引されていて、これがね店頭になると本当に1万円を超えてくる。そして秋葉原とか、観光客が集まるような場所だと本当に2万円近く、3万円とかそういう感じになっていくっていうところですかね。こういうゲームを買うならメルカリが一番安いんじゃないかなと思ってるんですけど、それでもこの数千円ぐらいの価格で現在は取引されてるんですね。いやトバログポケモンセンターの限定のやつ持ってたんですけど、液晶が割れちゃって捨てちゃったんですよね。あれが今ちゃんと手元に持っておけばねコレクションとしても良かったのかなとか勝手に思うんですけど、そんな感じで、当時ね僕たちが遊んでもう100円でも売れなかったようなゲームボーイアドバンスが今や数千円になっているっていうところが、現状としてあります。多分ね皆さんの家、皆さんの実家とかにはないかなと思うんですけど、ゲームボーイミクロっていうやつも今はねこれはかなりの価格帯で取引されているものです。本当に数万円程度、箱付きですごい綺麗な状態だったら10万円超えてくるぐらいのね価格帯で取引されていると思うんですけど、これとかも当時はね新品で2000円とかで、トイザらスとかで売ってたんですよね。で誰も買わないんで中古価格もすごく安くて、これもね100円ぐらいだったんですが、今となっては本当に数万円になっているっていうもので、こういう感じでレトロゲームたちはすごく人気があります。あとこういうねカセットリーフグリーンとかも、誰もが持っていたようなものだと思うんですが、あとはポケモン金銀とか、あとは初代のポケモンとかですね。これに関しても今見ると本当にびっくりするんですけど、結構ね数千円とかで取引されてたりするんですよね。本当に中古ゲーム屋さんとかに持ち込んだら数百円にしかなんないんじゃないかなと思うんですが、メルカリとかだと結構ね高
高値に取引されていて、さらに秋葉原とかだとなんか箱付きとかだとねやっぱり2万円とかそのぐらいになってきている印象です。今紹介したのはトバログのコレクションの一部なんですけど、最近ね、こういうゲームボーイアドバンスとかゲームボーイのね、パーフェクトブックみたいなのが出ていて、これとかは本当にね当時遊んだものたち全てがねこういう風に載っていたりもするので、これね気になった人はちょっと参考にしてみてもいいかなと思います。一口にゲームボーイと言ってもこんなにたくさんの種類があることが分かります。特にこのねいつか欲しいなと思ってたこのアメリカのトイザらス限定のこのねエクストリームグリーンっていうやつだと、今だと本当に箱付きの状態で100万円近くね、80万円とかで売られていたりしますね。そういうね珍しいカラーに関しても価格はどんどん上がってきてるんですけど、普通のねこういうやつとかも数万円単位で売られていたりするので、ぜひねチェックしてみてください。ちなみにこの本めちゃくちゃおすすめです。ゲームボーイアドバンスもゲームボーイアドバンスだけでもこんなにね種類が出てるんですね。ここに僕が当時持っていたスイクンブルーと弟が持っていたラティアスバージョンがあります。これとかは今はもう全然買えないレベル。あとなんで今ゲームボーイなのかっていうのはちょっとね難しいんですけど、レトロゲームとかそういうジャンル、フィギュアとか、あとそういうね思い出のおもちゃとかもそうだと思うんですけど、購入する世代の人たちが30代40代ぐらいになるところで、結構ね当時買えなかったゲームだったり、当時思い出がいっぱい詰まっているねこういうおもちゃだったりゲームとかを、当時の気持ちにねこう戻りたいっていうか、そういうね思い出どんなだったっけなみたいなので、購入していく感じがあるので、そこのねちょうど世代にマッチするのが今で言うとゲームボーイっていう感じだと思うんですね。ちょっと前だとやっぱりファミコンがちょっと話題になって、ファミコンミニが世に出てきたりとか、そういうねムーブメントあったと思うんですが、今は結構ゲームボーイがその流れを受け継いでいるんじゃないかなと思っています。あとはここにね任天堂 DS があるんですが、任天堂 DS も発売から今20年ぐらいだと思うんですね。でこれはね本当に価格はまだまだ落ち着いていて、これも2000円ぐらいで購入したもので、これ懐かしいみたいな DSi 本当にミニマルで、これはこれでトバログ的には紹介したいアイテムなんですが、こういうものもゆくゆくは価格が上がっちゃうんじゃないかなとは思っています。当時任天堂 DS シリーズが発売されたのがおそらく2000年代前半2006年とかだったと思うので、おそらくねこれの世代だった2000年代生まれから2010年とかそのぐらいの世代の子たちがなんかすごくね30代40代になってから結構価格が高騰しちゃうんじゃないかなっていうところで、最近ね、僕2000円で購入したっていう感じですね。本当に売買目的じゃなくてコレクションというか、当時遊んだ気持ちをこれから先ねこれ久しぶりにやりたいなってなった時にめっちゃ高くて買えなくなってたら嫌なので、最近ね購入したっていうわけです。でこれ言っておきたいのが、当時は本当に誰もが持っていたもので、別にね限定品とかでもなく、どこでも電気屋さんとかハローマックとかそういうところで売ってたものなんですよ。なんですけどやっぱりねどんどんこうやって古くなって捨てられたりとかして、誰もが持ってたんだけど今はねすごく個体数が少なくなって、高値になっているって感じですね。あとは僕は本当にね専門家っていうわけではないので詳しくはないんですけど、おそらくね訪日外国人の人たちがやっぱりレトロゲームとかを買い求めてね結構秋葉原とかいろいろ行ったりもしているので、そういうね円安的な影響も受けて国外から購入してくる人もすごく多いので、価格がすごく高騰しているんじゃないかなっていうのがあります。ポケモンカードとかも最近すごく人気だと思うんですが、ゲームボーイとかポケモンカードとかも全世界的に本当に普及していたものだと思うんですよね。全世界的に本当にアメリカとか日本国内だけじゃなくていろんなところで売られていたっていうのがあるので、当時子供たちだった人が今30代40代になって世界中の人がおそらく同じようにノスタルジーを感じたくて買い求めてるっていうのがあると思うので、そういう意味で国内だけじゃなくて全世界の人たちが一番ね価格が安くて在庫が豊富にある日本に集まって購入するのかなっていう気がしています。でボロボロのね個体とかに関しても、レストア的な感じで、例えばねこの本体の表面を漂白して、このね新品同様の色に戻す技術があ
あったりとか、あとはこのゲームボーイとかがそうなんですけど、中身を入れ替えてカスタムゲームボーイみたいなことをすることができるんですね。これもねちょっと前動画にした気がするんですけど、カスタムゲームボーイって言ってこんな感じでバックライトがね光るようになっていて、さらにここにイヤホン端子みたいなのがあるんですが、ここにねヘッドホンを挿すことでこれ自体で音楽を作ったりっていうジャンルもあるんですね。なのでこれ自体がすごいボロボロだったとしても、中身が生きてたらねカスタムをして自分の好きなカラーリングとかに変更するっていうか付け替えられたりもするので、そういう意味でも本当にボロボロな状態でもね中身だけ使うとか、逆に中身画面が割れてたりしてもこの外側だけを使うとか、そういう感じで使われるから部品取りとしても結構価格が上がってるのかなっていう印象です。一番大きなやっぱり外国人がすごくね日本でこういうのがめっちゃ安いぞって言ってね買い求めてくるパターンが一番多いとは思うんですけど、そんな感じでね価格が上がってるっていうわけですね。ゲームボーイミクロに関してはそもそもの売れた販売台数もそんなに多くないと思うので、そういう意味でも希少価値があるものなのかなとは思います。価格が上がっていく理由はいろいろあると思うんですけど、こういうところがやっぱりね大きいのかなと思っています。はい、というわけでちょっとね話は長くなっちゃったんですけど、こんな感じでタイトルにもある通りこういうゲームボーイは捨てないでっていう動画を撮ってみました。結構ねこれが高値になってるっていうのは、僕ら世代だったら割と当たり前の話だとは思うんですけど、僕らの親世代だったり、本当におじいちゃん家に置いてあるとかおばあちゃん家に置いてあるとか実家に置いてあるとかの場合だと、当時の感覚で言うとやっぱり金銭的な価値がないものなので売るのも面倒だし捨てちゃおうみたいな考え方にねなっちゃうと思うんですよ。なのでゴミ処理場に大量にゲームボーイがね捨ててあったと思うんですけど、是非ねそれになってしまうのはすごく悲しいし、これからどんどん生産されるっていうものでもないので、是非ね手元にあるもしくは実家に置いてある人は是非捨てないでっていうのをね伝えておいてもらえたら嬉しいなと思います。別にこれはメルカリとかで売ってくださいとか、そういう風にね価格が上がるからなんか転売でとかそういう意味ではなくて、本当に欲しいと思った時にね買おうとしたら数万円とか数十万円とかになってたらすごく、悲しいというか気持ち的にはね、悲しい部分がすごくあると思うので、是非ね当時の思い出のものをそのままの状態で持っておいたら嬉しいなと思います。もしねそんなに思い出とか大事じゃないしとか、捨てていいよって言ってあるなとかいう人とかだったら、せめてね是非メルカリとかそういうところで売却してもらえると欲しい人がね多分いると思うので、それでね手に取ってその人が幸せになれると思うから、是非そういう風にしていただけると幸いです。あと動画の中で紹介していたんですけど、このねゲームボーイとかゲームボーイアドバンスのパーフェクトカタログは本当にねいろいろな情報がもうソフトとかも周辺機器とかもたくさんね載っていたりするので、これもね本当におすすめです。気になった人は概要欄から是非チェックしてみてください。というわけで今回ちょっと長くなっちゃったんですけど、動画終わりにしようと思います。トバログでは基本的にこういう動画じゃなくてガジェットのねレビューとか新しいものとかをねよく紹介しているので、是非そちらもチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。